皆様こんにちは、たかやんでございます。今回もですね、前回に引き続きまして、今ね、話題になっている、性加害問題のね、テレビ業界を全体的に見ていきたいと思います。で、最近のですね、テレビ番組見ていると、バラエティ番組で男性アナウンサーがね、突然脱ぎ出して、パンツ一丁になったりとかね、なんだこれはっていうね、なんかよくわかんない展開になってますけれども、男性アナだけではなくてね、女性アナウンサーもね、そういう会社内で被害に遭ってたというようなね、状況があるということですね。で、私自身がね、15年から20年ぐらい前まで、モデル事務所のね、専属カメラマンをやっておりまして、で、ああいうね、東京とか大阪、あと福岡などの、テレビ局にもね、何回かマネージャーとして一緒にね、行ってたということがありますんで、そのあたりもね、踏まえながら、今現在のテレビ局に対する怒りの言葉というのを述べていきたいと思います。それで、一般のね、人が思うテレビ局というのはですね、キラキラね、光るアイドルであるとか、かっこいいね、タレントさんであるとか、可愛らしくてね、綺麗な女優さんや女子アナがね、集う場所というね、夢のある空間というのはね、昔からあったと思うんですが、そんな空間がですね、実は会社がね、かなりブラックで、パワハラやボラハラ、あとセクハラがね、かなりまかり通る空間だったということですね。で、ただしね、そのテレビ局に関しては、その他の企業、外部のね、企業に関してはそういうね、企業体制であるとか、セクハラやパワハラに関しては、もうことごとくね、きつくね、詰めていくっていうことありますよね。でも自分のところに関してはね、全く臆することなくやり続けるというね、二枚舌というかね、なんかね、もう汚いというかね、卑怯、極まりないという感じがしますよね。それで私がね、働いてた頃というかね、業界にいた頃もうね、朝8時から働き始めて、すべてのね、業務が終わるのが、日をまたいで4時とか5時とか、なので、だいたい、労働時間が20時間ぐらい。でからそこから移動をするんでね、もう睡眠時間がほぼないという状況だったんですが、それはね、もう20年以上前、今みたいにね、そんなに、労働環境とかそういうのは厳しくない時代だったんですけども、今現在はね、そんな状況がそのまま続いているというね、ちょっと信じられない状況ですよね。これだけ労働環境がうるさく言われているような状況でね。で、今話題になっているね、フジテレビに関してもですね、新しい新人アナウンサー、新人のね、女子アナウンサー、朝一番のね、放送なんかの担当する人であれば、大体ね、朝6時ぐらいからの放送ですかね。となると、原稿読みとかチェックとか含めると、2時間3時間前には入っているでしょうから、1時か2時過ぎにはもう起きてね、会社の方に行くということになるんで、そのね、前日はね、かなり早く自宅に帰っていると思うじゃないですか。しかしね、その前日の夕方のね、テレビの、番組であるとか、あと、接待ですよね。そういうもので、10時、11時まで会社のね、行事に付き合わされると。となると、睡眠時間って本当に1時間、2時間しかない。で1日2日だったらそれではなんとか耐えれるんでしょうけど、それがね、1週間、2週間、半年、1年と続いていっちゃうと、もうこれは体調がおかしくなっても不思議ではないですよね。で、フジテレビのね、社長がね、会見してましたけど、社員の健康に関することはね、問題ないって言ってましたけど、あれだけバタバタね、休んだり、収録中に倒れたりとか、放送中に倒れたりしてるのに、問題ないって何見てるんだろうっていう感じしますよね。で、それよりもね、もっと、信じられないのが、接待ですよね。大学を出てね、まだ1年2年経つ、25歳、26歳の、女の子、女性アナウンサーをですね、接待に連れて行って、そのままですね、ホテルの部屋へ誘導して、性的なね、行為を要求すると。それはね、普通人間としてはやってはいけないことやと思うんですけどもね、皆さんどう思われます？で、さらにね、ここで問題なのが、テレビ局側としてはね、そういうことは必ずやりなさいとは言ってないと言うんですよね。これは2件の口実なんですけどもね。
で実際そういうことをね断った方もいるみたいです。私がね昔一緒に仕事してた仲間とねお話ししてた時にちょこっとそういう話を聞きました。そのね、そのアナウンサーの名前、女子アナのね名前まではちょっとここでは公表できないですけれども、そのアナウンサーがどうなったかというと、窓際部署にね移されて、アナウンサー志望なのに原稿も読ませてもらえない、で天気予報も読ませてくれない、表舞台からね完全に消されたと言っておりましたね。でそういうものをね見てたのかもしれないですけども、泣きながらね、性接待にね加わったという子もね結構いるみたいです。これ親御さん見たらどう思いますかね。そのプロデューサーも社長も人の親ですよね。自分の子供がそういう目にあったらどう思うんでしょうかね。私だったらそのプロデューサーや社長のところに乗り込んでいってね、地獄へ突き落としますよ、本当に。それぐらい腹立ちますよね。で、あともっとね立ちが悪いのが、そのね性接待を受けた人間ですよね。一番今ね現在有名になっている中井氏であるとかね、ああいう人たちが普通に接待を受けるのではなくて、ほぼね人間扱いしてないと、もうほぼね性奴隷的な扱いをしてるという感じですよね。でそれをねテレビ局側も分かっていて、それを続けてるということなんですよね。もうこれはねテレビ局というよりも日本のねテレビ業界の闇ですよ。昔はそういうこと結構ね聞きましたし、私もね昔車の、レース関係でねそういうレースクイーンとか、あと、事務所などもね結構出入りありましたから、そういう話もよく聞きました。で実際そういうお持ち帰りという現場もね見てますし、女の子もね分かっていてそういうところに行くという子もいましたけど、全てが全てではないですからね。行きたくなくても行かざるを得ないような状況、普通にね考えてみてくださいよ。大きな会社へ入って1年目2年目ね、上の直属の上司ですねに命令をされて、で行かなかったらどうなるかというね、圧をかけられたら断れますか？無理ですよね。特に1年目2年目の女の子なんて。でそこでどんどんと追い詰めていって、3年4年5年目になってくると、それがもうね当たり前のことやと認識してしまうんでしょうね。だからちょっとね名前出して悪いですけども、女性のね佐々木アナウンサーなんかは今回のね被害女性をかばうところか、会社のね情報がね外に漏れるとまずいということなんでしょうね。外部の病院に行くことをね阻止して会社を守ろうとしたね。女の子を守るんじゃなくて会社を守ったと。最低ですよね。富士のね社長は従業員を守るとか言ってますけど、これ従業員守ってますかね？守ってませんよね。逆に従業員苦しめてますよね。で今富士がね早期退職者を募っているようですが、どんどん出てきてね、もう会社として成り立たない状況になるんじゃないかということをね言われてますよね。そうなるでしょう。これだけね女子アナウンサー、特にね社会に出て1年目2年目のねこういう女子アナウンサーをね守ることができないという会社なんてね、そりゃ淘汰されて当たり前ですよ。もうねいっそのことを全部ね更地にしてゼロから始めたらいいんじゃないんですかね。私はそう思います。はい、今回ね、テレビ局の裏側について私の知ってる情報で話してみました。ただね、個人名はちょっとね、出すことできませんので、ちょっとね、伏せさせていただきました。はい、それではね、次回は中井氏のね、X 子さんにね、対して行ったことについてね、いろんなね、データが出てる中で、お話ししていきたいと思います。それでは皆様、さようなら。